皆様こんにちは。ブリスベンココチャンネルのココです。声がやっと出るようになったので、今回はナレーションでお届けしたいと思います。いつも見ていただき本当にありがとうございます。オーストラリアは9月に入ってもう春になりましたが、この映像は冬の7月に行ったシドニー旅行の続きです。ブリスベンからシドニーまで飛行機で帰るところなのですが、悪天候のために飛行機が欠航しましたので、その時の対処法についてお話ししたいと思います。今見えているのはハーバーブリッジです。こちらのハーバーブリッジを通って市内に向かっています。景色と話の内容が噛み合わないところもあるかもしれませんけど、どうぞ最後までお付き合いください。シドニー空港でよく強風のためにフライトが欠航することがあるのですが、皆様もそんな目に遭ったことはございますでしょうか。私の友人も強風のために欠航する可能性があると空港から連絡が入り、便を早めて帰ったと聞いたことがあります。今回私たちもそういう事態に遭遇してしまい、それについてお伝えできたらと思い動画にしています。こちらの景色は空港に向かう途中のシドニー市内の景色です。ありがたいことに友人が車で空港まで送ってくれました。私のリクエストでタウンホールを通ってくれています。まずはじめに飛行機会社からメールと電話番号メッセージの方に連絡が入りました。メッセージは来たけど、まあ大丈夫かなとのんきに考えて時間通りに空港に向かいました。チェックインを終えて荷物を預けてフライトの時間を待っていましたが、なかなか私たちの便は飛まず、結局欠航となりました。欠航するかどうかはギリギリまでわかりませんでしたので、たくさんの人が待合で待っていました。私は心配になって夫をせかしてカウンターで聞いてもらいました。そしてカウンターのスタッフは私たちに違うゲート番号に行くよう伝えたので、そちらに向かいました。しかし一向に私たちの便が飛ぶことはなく、またそこのカウンターで夫に聞いてもらい、サービスカウンターに行くようまた言われたので、そちらに向かいました。ここまで他の人より早い行動だったので、サービスカウンターでは2組目でした。そして欠航が決定したので、翌日の便に交換してくれました。夫は翌日仕事があったのですが、帰れないので仕事場に連絡を入れ穴を開けてしまいました。そしてその日の夜はホテルを準備してくれるそうなので、ホテルチケットが届くと聞き、あるいは自分で探して予約を入れて$200の保証をしてくれるそうなので、後日自分で精算するのかのどちらかの選択で選べるということを聞きました。後日精算がめんどくさい私たちはチケットが届くのを待つことを選び、また座って長い間待ちました。その間、サービスカウンターに並ぶ人の数が増え、100人ぐらいの列になったように思います。これがその時の映像です。しかし30分経ってもそのホテルチケットは届かず、送られてきた航空券の時間も異なっていたので、とても不安になり、先ほど対応してくれたスタッフの女性がたまたま私たちの前を通り過ぎるときに、英語に不慣れな私ですが、思い切って声をかけて状況を説明しました。どちらかというと私の方が先頭を切るタイプで、夫はのんびりしています。でも英語が不慣れだとこの状況を乗り切れたかどうかわかりません。夫が一緒だったので助かりました。そのスタッフの女性は親切で、私たちを別の場所に移動させて、どこかに聞きに行ってくれて、それも10分以上待ちましたが、帰ってこられた時には、やっと指定のホテルのチケットがメールで届きました。そしてシャトルバスの乗り場を親切に説明してくれて、荷物をピックアップして、その乗り合いのバスに乗ってホテルに行きました。アイリスというホテルでしたが、何組かそのホテルに行き、受付でまた並び、最後だった私たちがいよいよ入れるかと思った時、受付のスタッフが言うには、私たちはリストに載ってないと、ガーンなので、しばらく待ってくれと言われ、また長い時間待ちました。しかし30分以上経っても、また何も呼ばれないので、カウンターに行くと、まだ返答なしということだったので、慌てて違うホテルをネットで探し、自分で予約をしました。私はいつもブッキングドットコムで予約を入れるのですが、ちょうどそこに飛んだので探しやすかったです。見つけたのは評価が高く空港近くのホテルでメリトンという名前で、お値段は1泊$210でした。
$200なら返金してもらえるので、せっかくなので良いホテルを選びました。そしてウーバーを呼んで移動し、やっとホテルに到着。そこは指定されたホテルより新しく綺麗で快適なホテルでした。後で知ったのですが、ジムやプールまであったようで、知っていれば使えたのにと思いましたが、ホテルの最終入室締め切りが11時まででギリギリに入ったので、空港で一晩明かすよりは本当に良かったです。今映像はホテルの室内です。清潔感のある室内で広さもあってスーツケースがゆったりと置けそうです。リビングも広いし、ベッドルームもこんな感じで広くて良い感じです。ベッドの硬さを確かめるために子供のように飛び込んでみました。冗談です。お恥ずかしい姿をお見せしてすみません。シャワールームにはバスタブはないです。バスタブのないところは多いです。予約の際はバスタブ付きかシャワーだけなのかを確認した方が良いですね。アメニティは小さいシャンプーとコンディショナー、タオルもあります。キッチンには電子レンジや食洗機、オーブン、ガスコンロ、調理器具、食器などすべて揃っているので、長期滞在も問題ないです。冷蔵庫もたっぷり入るサイズなので、ここまで揃っていればホテル暮らしも大丈夫ですね。そういうレジデントの方もいると思います。ここに洗濯機と乾燥機があるので、帰って洗濯しなくても済むように夜遅かったのですけど、洗濯を済ませて乾燥機に入れて寝ました。夕飯はどうしたかというと、こちらの映像のように欠航する前にいつも空港で食べてるベトナムヌードルでした。翌日はこのホテルにレストランはないので、荷物を預けて観光に出かけました。電車の駅まで10分ぐらい歩いたのですが、そんなに遠くに感じなかったので良かったです。友人に教えてもらったチャイニーズガーデンに行こうとか考えていたんですが、サーキュラーキューを見たら降りたくなって変更しました。やっぱりここは写真映えします。必ず訪れたい場所ですね。ここから話をまとめていきますが、結局お伝えしたかったのは、飛行機が欠航すると長い間空港に足止めを食らって、ホテルへの移行も時間がかかり、やっとホテルに着いたかと思ったらリストに載っていないとかで、本当に疲れて慌てましたけど、空港では早め早めの行動で一晩明かすことなくより良いホテルに泊まれて本当に良かったです。私たちの後に並んでいた長い列の人たちがホテルに泊まれたのかどうか分かりません。翌日はもう一日休暇をもらえたご褒美だと思って気持ちを切り替えて観光して帰ることにしました。そして教訓なのですが、飛行機が欠航した時は自分でホテルを探しに行った方が確実です。航空会社からウーバーおよびタクシー代、ホテル代、朝食代$30まで後で返金してくれます。なので全ての領収書は取っておくべきです。今回もバージンオーストラリアだったので、ここまで対応してくれて本当に良かったです。他の会社はどうなのか分かりませんので参考になるか分からないのですが、お伝えしておきます。さて、ここのサーキュラーキーの風景ですが、世界遺産のオペラハウスがあるので、シドニーに来られたら必ず訪れる場所です。海から見えるフェリーや、この時はいませんでしたが、たまに停泊している大型客船も圧倒される大きさで驚きます。またこの海の色が深い色で美しく、情緒があって何遍来ても飽きません。オペラハウスもいつ見ても本当に美しいですね。この後この駅から電車に乗って前回の動画でお伝えしたタウンホールに行くのですが、動画が長くなってしまったので、それは次の動画でまたご紹介したいと思います。ちなみにこのフェリー乗り場からマンリーに向かうのもおすすめです。フェリーから潮風に当たって見る海の景色は絶景ですし、とても癒されます。マンリーにも良いレストランがあるので、海を見ながらシーフードを食べるのが良いですね。ぜひ機会があれば行ってみてください。Yamarin biringa, yamarin biri, yamarin biringa, yamarin biri. Yondo wanna my yondo wanna yondo wanna my yondo one. Yamarin biringa, yamarin biri, yamarin biringa, yamarin biri.
Yondo wanama, yondo wana, yondo wanama, yondo wana. Up, い up, つもここ up. でアボリジニの方が演奏されています。ご存知だと思いますが、オーストラリアの元々の原住民はアボリジニでした。そして一通り観光したので、次はダウンホールに向かいます。ブリスベンはゴーカードですが、シドニーはこちらのオーパルカードを使用します。次の動画ではビクトリアビルディングのご紹介と、紀ノ国屋書店の隣に入っているラーメン屋さんをご紹介しますね。ここからタウンホールに行くには外回り内回りと、どちらからでも行くことができます。この長い階段を上ってホームに行きます。ホームではこのようにカモメがとっても多いですね。海沿いだからですかね。電車が来ました。2階建ての電車になります。電車に乗り込んでハーバーブリッジも見納めです。ロックスから見るハーバーブリッジも素敵です。タウンホールに到着しました。タウンホールの駅はホームがたくさんあって複雑です。ここを出てビクトリアビルディングに向かいます。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。